どうも、ボタニカル6です。今日は湘南ゴムについてやります。ちょっとね、これ、ほら。よいしょ。どうも、ボタニカル6です。改めまして。なんで葉っぱ見せたかって、今日はね、これのね、紹介動画っていうわけじゃないんで、葉っぱをね、見せたりとか、こんな葉っぱですとかね、やる義理はないんですよ。だけどいくらなんでもね、湘南ゴムについてやるのに、幹だけの登場じゃちょっとかわいそうなんで、ちょっと葉っぱね、最初に見せておきました。でね、この湘南ゴム、なんか考察することあるって思う人いるかもしれないですけど、めっちゃいろいろめんどくさいですよ。本当にね、学名とか、その辺のね、混乱、品種名も含めてね、なんかね、分乳がこんな風になってぐっちゅぐちゅに絡めてもなんで、ちょっと一本一本紐解いて説明して理解を深めていこうという内容になってます。皆さんこれ学名何だと思ってます？イレギュラリス？はい、残念。やっちゃいましたね。でもね、残念じゃない。そういう人がね、一番この動画ね、見るね、意味があると思うんでね。で、あれですか、ビンレンディ？残念。まさにもうこの動画を見るためにいるような人たち。であとはね、例えば、アムステルダムキング？違うんだな。それも名前も違うんだな。本当はね、違うんですよ。で、アムステルダムキングは湘南ゴムの改良品種？違うんだな。改良品種じゃないんだな。いや、惜しい。みたいなね。なんかそんなのを、今日はね、正していく。別にね、正していくっていうかね、これはね、みんながね、知ってればいいかなっていうぐらいのことかもしれないけどね。でも、学名のとこはちょっと直してほしいな。で、そんなんでじゃあ。で、今日はね、ちょっとね、やっぱり内容が内容なんで、内容が、いいんかいです。今の別に、なんでもない。で、内容が内容なんで、ペーパーちょっとまとめたのね、見るけど、そう、この間台本見ないのに、ペーパー見るんだとか言う人いるかなと思って、本当そういう人も性格どんなのと思うんだけど、ペーパーはね、見ますよ、それで居酒屋で、何で来ましたか？車で来ましたか？いや、歩いてきましたって。そしたら、電車乗らなかったんですか？って聞く人います？いないですよね。電車、いいんだよ、そんなの。で、今日はね、ちょっとね、かなりややこしいんでね。で、このペーパーをちょっと見たりします。やっぱね、こういうのね、結局歴史みたいなところあるんでね、時系列なんですよね、結局。で、ちょっと時系列を、順を追ってちゃんと説明しないと、わけわかんなくなるなっていう。まずね、いろんな名前出てくるんだけど、まずね、イレギュラリスとね、ビンネンディギーっていう学名。これがね、湘南ゴムについてると思うんだけど、これがもうすでに間違い。調べるとね、どっちも出てくると思うんですけどね、一番古いのはビンネンディギーっていう学名なんですよ。それがね、1859年か。これがね、ボルネオ、スマトラ、マレーシアの野生種として見つけて、これ命名されたビンネンディギー。次はね、イレギュラリス。ちょっと知ってる人は、イレギュラリスは違くてビンネンディギーになったんだよねっていうところまではね、知ってる人ね、結構いると思うんですけど、だからね、イレギュラリスの方が古いと思ってるかもしれないけど、違うんだよ。学名の命名自体はイレギュラリスのが後。ビンネンディギーがあって、イレギュラリス。ビンネンディギーが1859年。で、イレギュラリスが1867年。で、これはね、スラウェシ島ってどこって、あそこだよね。どっちにしても東南アジアって、スタバとかね、モバイルオーダーすると出てくるでしょ。スラウェシ、ナンバー3みたいな。他に何があったっけ？スラウェシ、ナンバー3、スマトラナンバー3とかなんかいろいろあるじゃない。そういうんで知ってる人もいるかもしれない。コーヒーの産地ですよね。そのスラウェシの、その品種を命名したんだよね。で、今言ったこの2つ、ビンネンディギー、イレギュラリス。これね、どっちもね、オランダのミケルさんって人がつけたんですね。ここでちょっと考察も入るんだけど、まずね、イレギュラリスっていうのが似てるんだよね。湘南ゴムが。だから、湘南ゴムがイレギュラリスだと思われてきたっていうのが、一番古い情報として、誤用としてあるわけ。ただ、その中でね、これイレギュラリスが、これセレベンシスのシノニムじゃないって。要するに同じ品種につけちゃってないっていうことが、分かったんで、それでイレギュラリスやめましょうってなったんですよ。で、そうなった時に、じゃあ何なのってなった時に、そのビンネンディギーが台頭してくるわけ。いや、こんなんいましたけど、もともと、みたいな。いう顔して出てきて、同じミケルさんがね、見つけた名前だったんで、そのまんま、ビンネンディギーが、繰り上げ当選みたいな感じで、これもね、間違えてるんだけどね、結果的には。繰り上げ当選みたいな感じでビンネンディギーになっちゃったんです。で、なので、
イレギュラリスは違うからビンネンディギみたいな感じでビンネンディギになっちゃったっていう話。で、これはね、多分これ考察っていうかなんかそうなっちゃってるんですよ。事実として。でね、ここからね、正しいやつ出てくるんですよ。1888年。イギリス人のキングさんっていう人がマクレランディって命名したんですよ。これが僕らが言ってる湘南ゴム。海外ではね、アリーフィグとかバナナリーフフィグとか言ったりするんだよね。これがマクレランディ。これが正しい。でそもそもね、なんでこれ間違えてるのって、ビンネンディギとか、セレベンシスが出てきて消えた、そのイレギュラリス。これもマクレランディとなんか混同しちゃってたっていうのは、なんでかというとね、なんかね、すごい似てるんですよね。そのね、違いがね、マニアックな違いで、なんかちょっとね、毛がね、生えてるとか生えてないとか、なんかそういう違いしかないらしくて、見た目パッと見ね、葉の形とかね、細長い感じとかね、もう本当にすごく似てるっていうんで、それでね、誤用が続いてきたっていう、ことがあるみたい。そんでね、そうね。新しいその品種とかは、ちょっとさておき、ここでね、ちょっとね、横からね、別なね、学名もね、ちょっとね、入り込んでくるんですよね。これはあんまり日本ではね、なんかあんまりしっくりこないかもしれないけど、ロンギフォリアっていう学名、なんかね、出てきたりとかして、で、それがね、もう結構混同してるみたいな状態で、この状態に終止符を打ったのが、2007年のベルフさんって方、ベルグーとかベルグーって書いてあるんだけど、オランダ人かな？この人がね、論文出したんですよ。ビンネンディギーとか、ロンギフォリアとか言われてるけど、それ違うよ。これね、マクレランディだよ。みんな、ちゃんとして。シュパーンで、これでね、もうね、一応ね、学術的にはとどめ刺してるんですよ。ここでもう終わり。ビンネンディギーも終わり。で、それこそね、そのロンギフォリアも終わり。それこそ、そのもっと前の、セルベンシスと混ざってたやつ。なんだっけ？イレギュラリスもおしまい。でも、ここから先はね、学名っていうより品種名の話になってくるんだけど、海外ではメジャーなの、マクレランディアリーって呼ばれ方する。日本ではあんまピンとこないけど、海外ではすごくメジャー。で、次はやっぱり一番有名。アムステルキング。で、この湘南ゴムって細長いんだけど、ちょっと幅が広いみたいな。で、これなんかみんなオランダのアムステルダムで改良品種として作られたみたいなことをなんかみんなそう思ってると思うんですけど、そうじゃない。これね、まずね、名前がね、アムステルキング。アムステルダムじゃない。ダムじゃないよ。ジョイサウンドでもない。ダムがね、つかないんですよ。アムステルキングって言うんだけど、オランダのアールスメールの温室で突然変異として見つかった。これを、特許を取ってるんですよ。ややこしいんだけど、前にさ、マクレランディっていう学名を、命名した人、キングっていう名前なんだけど、そのキングとこのアムステルキングのキングは別に関係ないからね。こっちは本当に王様っていう。で、アムステルダムキングってなんかみんな言ってるけど、アムステルキングなんだよね。あんまりこれね、目くじら立ててね、言うとね、嫌われるからもう特別にいいと思うんですけど、日本だけですよ。アムステルダムキングっていうの。なんでだろうなと思って考えてたんだけど、もう広まっちゃってるからもうしょうがないと思うんだけど、なんかさ、ほら、麻布って言ったらさ、麻布10番しか浮かばないみたいなっていう、本当は西麻布、東麻布、麻布台、元麻布とか何でもあるのに、麻布って言ったら、駅の名前がね、麻布10番しかないから、だからもう10番のこと麻布って言っちゃったり、逆に言うとね。関係ないけどさ、やっぱりさ、六本木からさ、広尾で、恵比寿じゃなくてさ、六本木から渋谷行きたいよねって思ってさ、で、六本木から渋谷をつなぐ地下鉄ってできないのかな？でさ、そのさ、六本木と渋谷の間の高木町とかさ、西麻布あたりにさ、もう一個駅欲しいよね。そう、西麻布駅とかできたらね、もう麻布って一言で麻布10番とは行けれなくなるね。で、それごめん、雑談なんだけど、いい例があったな。鬼怒川。鬼怒川ってさ、言ったらさ、日光の鬼怒川温泉の鬼怒川をイメージするじゃん。で、これはしょうがないと思う。だけど、鬼怒川ってちゃんとこう流れてずーっと。でさ、いつかさ、常総市のさ、決壊したじゃない川が。すごいさ、大雨の時にさ、川が氾濫して、もう生中継でみんな見てたでしょ？電柱の人をさ、こう、ヘリコプターが救わなきゃとか、家の上にいる人たちをさ、救助してる映像とかみんな見たね。あれ、鬼怒川なんですよ。みんなあれ、鬼怒川温泉のあたりで起きてると思っちゃってない？違いますよ。あれ、全然違う場所だからね。鬼怒川が流れていった常総市の茨城の方だからね。で、そういう混同。で、これもアムステルダムキングも、僕らさ、アムステルダムって言うとしっくりくるけど、アムステルって聞くと、なんか、気持ち悪いみたいになるでしょ。いや、違う。アムステル川とかあるからね。別にさ、アムステルって言ったらもうダムって言わなきゃいけないとか、ないからね。で、だけど僕らの中ではなんかしっくりこないんで、なんかダムつけちゃったんだよね。
ダムでお願いします、みたいな。ちょいサウンドしかないんです、みたいな。だから結局もう日本で広まっちゃってるから、別にもうね、僕もね、まあいいかなと思ってるんですよ。まあ、このまんまね、アムステルダムキングのまま行くんだろうなって。で、まあ、誰かと話してて、アムステルダムキングって言ってたら、本当はね、アムステルキングだよって、まあ、心の中で思えばいいかなって、言うとね、嫌われるから。でも、まあ、これ最後ね、オチみたいになるんだけど、アムステルキングね、特許ね、もう切れてます。だからね、まあ、特許が切れてるっていうのは逆のまあ意味合いで特許切れてるって情報はまあ有用だけども、そもそもそんな切れてるし、別にもう名前なんかもどうでもいいよねみたいな。アムステルダムキングでいいんじゃない？まああとね、アムステルグリーンゴールドっていうのもあるんだよね。僕ね、その品種あんま知らなかったんだけど、アムステルグリーンゴールド。これもね、特許取ってます。でね、このね、米国特許はね、もう、その2007年の論文があってもね、各界がね、全然更新してないんですよ。で、米国特許も、まあ、切れてるからもういいかなって話なのか知らないけど、ビンネンディギーで残っちゃってるんだよね。でね、だから、それがね、ちょっとね、まあ、いい加減だなってね。例えばさ、英国王立園芸協会、RHS か。あそこも情報が古いから更新されてないし、POWO、なんだっけ、プラントオブワールドオンラインか。そこの情報ぐらいかな。マクレランディってちゃんと載ってるのって。だからね、結構緩いんですよね。で、これもう世界的にみんな間違えてたじゃん。で、アムステルダムのアムステルキングとかもそれは日本だけど、もう世界を巻き込んでみんな間違えてたみたいな話なんで、思い込みもあるから、正していくのなかなか難しいんだけど、まあ今日これ知識として身につけておくと、まあ明日、まあ会社の昼休みで、まあ人気者になれると。煙たがられるというか、そんな話できる友達います周りに、僕はね、いないんだよね。ベルスさんの論文じゃないけど、まあ僕もね、そういうのを、まあみんなにこう、広めるためにこう YouTube を使って発信していって、まあみんなの意識を高めていきたいなと思いますね。今日はそんな感じで、一個忘れたな。ビンネンディギーのスペル。まあこれについてまあ、君はなんか適当にちょっと載せとくわ。なんかちょっとね、これもね、2つ出回ってるんでね、ビンネンディギーもう間違えたからまあ別にいいんだけど、まあいいや、今日はそんな感じで、湘南ゴムの考察動画でした。はい。じゃあ最後にもう一回ちょっと葉っぱ見せる？まあ重いからいいや。じゃあ、また。